のディオールフォーエバースキンコレクトコンシーラーでシミをカバーしてみたいと思います。他に使うアイテムはこちら、ラロシュポゼの日焼け止め下地と資生堂のブラシです。こちらのコンシーラー3月にリニューアルしたのですが、これはその前の型のものになります。リニューアル後、ディオールのカウンターに行ってリニューアル前との違いを聞いたところ、保湿効果がアップしたとのことでした。カバー力に関してはあまり変わっていないとのことだったので、私は今回購入を見送りました。カラーは 1N です。こちらのコンシーラー、ネットでクソデカコンシーラーと呼んでいる方がいましたが、確かにコンシーラーにしては大きめな気がします。クレドポーボーテのコンシーラーと大きさを比較するとこんな感じです。そのうちこちらのコンシーラーも試して動画にしたいと思っています。リニューアル前のパッケージは液漏れが結構気になるという口コミがあったのですが、私はそこはさほど気になりませんでした。ちょうど手にほくろがあるので、ここに塗ってみたいと思います。かなりたっぷりついちゃいました。私はファンデーションはクレドポーボーテのタンフルイドエクラナチュレルを使っています。カラーはピンクオークルになります。コンシーラーの色と比較してみます。結構似た色味です。指でぼかしていきます。ちょっとつけすぎちゃいました。これだけたっぷり塗るとしっかりカバーできますが、実際はもう少しぼかすと思うので、クレドポーのファンデーションの色と比較してみると、ディオールのコンシーラーの方が少しピンクみが強い、赤みが強いような印象があります。でも色のトーンは似ているので結構馴染みが良いです。洗顔後、こちらの化粧水と乳液でスキンケアをしました。なるべく肌の質感がよく見えるようにライトは使っていません。窓際の自然光の明るさだけで撮影しています。カメラは iPhone の外カメです。カバー前の素肌はこのような感じです。ラロッシュポゼ UV イレア XL プロテクショントーンアップクリア日焼け止め乳液化粧下地です。こちらを塗っていきたいと思います。日焼け止めを塗りながら自己紹介をしたいと思います。このチャンネルの名前はシミカバー研究同好会と言います。同好会といっても会員は今のところ私一人です。私の名前は成田藤江と申します。1975年3月生まれ、2023年現在48歳です。肌の悩みはたくさんあるのですが、同年代の方と比較するとシミが非常に多くて濃いのが一番の悩みです。その他の悩みは鼻のぽっかり毛穴や全体的な小じわや目の下のたるみ、クマ、フェイスラインの緩みなどなど、お肌の悩みチェックシートの全項目にチェックが入ってしまいそうです。肌質についてもお話ししておきますね。乾燥肌で皮膚が薄めです。日焼けをすると赤くヒリヒリするスキンタイプになります。肌の色は標準よりほんの少し明るいみたいです。先ほどもお話ししましたが、クレドポーカウンターで BA さんに見ていただいてピンクオークルペンをおすすめされました。メイクはあまり得意ではありません。ですので、こうした方がいいよとか、このアイテムがおすすめだよなど、
コメント欄でアドバイスをいただけたら嬉しいです。今回はヘアメイクのバケコさんの方法でシミをカバーしてみようと思います。まずチップコンシーラーを使う場合は、入り口でこのチップについた余分なコンシーラーをしごいていきます。シミの気になる部分に薄くのせていきます。私のシミはかなり広範囲なのですごく塗りがいがあります。1回じゃ足りない感じ資生堂のハス筆というファンデーションブラシでぼかしていこうと思います。こちらは断面は平らになっているのですが、少し斜めにカットされています。バケコさん式だともうコンシーラーを塗った上をポン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 と軽くぼかしていきます。すごく優しい弱いタッチでやるのがポイントとのことでした。1回のカバーだとこのような感じです。反対側もカバーしていきます。さっきはちょっと鏡が邪魔な感じに映ってしまって見づらくて申し訳ないです。初めて撮影するのでちょっと勝手がよく分かっていません。私は iPhone のビデオカメラを使っています。インカメラじゃないのでちょっと自分がどう映っているかがよくわからない状況です。気になる部分にコンシーラーをのせただけの状態がこのような感じになります。このハス筆でぼかしていきます。バケコさんのプロデュースされた消しブラシというものでやるとすごく綺麗になるらしいです。でもこちらの資生堂のファンデーションブラシも私的には結構使いやすくて気に入っています。老眼なので細かい部分が見えないので10倍拡大鏡でチェックしているところです。こんな感じで1回目カバーしてみました。多分普通のシミレベルの方でしたらこの1回塗りで綺麗に隠れるんじゃないかなと思います。私はちょっとシミが濃いのでもう1回塗ってみたいと思います。でもあまり何度も塗ると逆にこのシミがグレーのような感じで浮き立ってきてしまって悪目立ちしてしまったりもするんですよね。あまり厚塗りにならないように塗っていきたいと思っています。反対側も塗ります。私はこちらの側の方がシミが薄いです。といっても普通の人と比べたらだいぶ濃いですけど。私は小鼻の毛穴もぽっかり毛穴で気になるので残ったコンシーラーで少し撫でていきたいと思います。はい、コンシーラー2回塗りしたところです。
プを塗って髪の毛を下ろしてみました。リップはトム&のブラスティングメルティングバーム、カラーは01番ココヌードです。こちらのコンシーラーは薄いシミなら綺麗にカバーできると思います。乾燥しにくく滑らかに伸びるのでファンデーションとしても使えそうです。お出かけ先のお直しにも持ち運びに便利で良さそうですね。人気があるのも納得です。私のシミはかなり濃いので残念ながら完璧には隠れませんでしたが、私はシミは 70% ぐらい隠れればいいかなと思うようにしています。本当はもうちょっと隠れると嬉しいのですが、おおむね満足な仕上がりでした。今回のシミカバー研究いかがだったでしょうか。少しでもいいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。次の動画ではクレドコーボーテのコンシーラーを使ってみようと思っています。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いできることを楽しみにしています。